うわー、めっちゃ可愛いですよね。これめっちゃ可愛いのが決め手ですよね。空気をきれいにした状態でウェルカムホームしてくれるというね。こんにちは、浦野です。ということでね、花粉の季節がやってまいりましたけども、皆さんね、花粉症対策何されてますか？特にね、症状がひどい人は薬飲んだり、マスクしたりとかはしてる人多いと思うんですけど、あとはね、このゴーグル型のメガネしたりしてる人なんかいますよね。僕もね、ぼちぼち花粉症なんで結構辛いんですけど、ゴーグルとかマスクとか薬って、それってその外からやってくるね、花粉に対してのガードじゃないですか。そうじゃなくて、この空気清浄機を使ってね、もう、見ての通り今日は空気清浄機のレビューなんですけど、その空気清浄機を使って空気中の花粉をもう根本的に減らしていこうっていうのが花粉症対策の一番の方法だと思うんですよ、僕は。それでね、今回結構調べた結果、このスウェーデンの空気清浄機専門メーカーブルーエアから出たこのね、1月の末に発表されたまだ最新型ですね、この、ブルーエアブルーマックス 3350i、 今回はねこれについてレビューしていきたいと思います。それではやっていきましょう。じゃあね、早速開けていきたいと思います。結構ね、このなんやろ、日本の商品であんまりないタイプの段ボールで、海外製品を、ね、輸入したりして買うとあるタイプのなんかごつい段ボールなんですよね。もうシールが取りづらい。さあ、結構でかいですよ。よいしょ。おお、結構でかいな今回これはね、サイズがブルーマックスシリーズは4つ出てて、その中の上から2つ目のサイズになりますね。これ上から2つ目のサイズが 3350i なんですけど、これでブルーエアの公式ホームページでは42畳対応しているとのことです。面積では69平方メートルですね。どうですか？結構ね、見た目はかなり可愛いんですけど大きいですね。これのねもう一個上のモデルも検討したんですけど、さすがにちょっと存在感がありすぎるかなと思ってこれにしたんですけど、上から2つ目でもねだいぶ大きい。さっきこれは42畳モデルって言ったんですけど、もちろんねこの部屋は42畳もなくて、大きく言って10畳ぐらいなんですけど、この適用畳数が大きければ大きいほど空気を回す効率も上がるんで、なるべく大きいのがいいなと思ったんですよ。この今完全にね空気清浄機と同じ位置に僕の顔がありますが、結構でかいですねちょっと実際にね床に置いた感じもちょっと見ていきたいと思います。はい、ということでね、ちょっと比較対象として MacBook ちょっと置いてみました。この完全に同じ位置にあるんで、だいたいこんぐらいのサイズだと思ってください。正直でかいですね。正直でかいちょっと一旦ねちょっとメジャーでちょっと高さ見てみましょうか。だいたい今パッと測って47センチありますね。で横が 28.5 ぐらいかなありますね。ちょっと思ってたよりでかいんですけど、性能さえ良ければね、ちょっと目をつむれるということで、花粉症つらいですからねちょっといろいろ触ってねちょっと見ていきたいと思います。さあではね、早速いろいろ触っていきたいんですけど、まずねこのブルーエアっていう会社聞いたことありますか？空気清浄機を調べてると結構よく耳にする名前なんですけど、今回ねこれ購入するようになっていろいろ調べました。1996年にスウェーデンで創業した会社で、結構新しいですよね。でそんな新しい会社なのに今まではねもう世界中ですごい人気の空気清浄機専門のメーカーになってて、中国にあるアメリカ大使館では職員のために数千台が導入されたっていうぐらい、性能に関してはねもう折り紙付きのブランドなんですよね。それでスウェーデンで創業したって言ったんですけど、スウェーデンというと北欧の一部ですよね。だからこのまさにね北欧らしい、北欧デザインと言ってもいいような、このシンプルで可愛らしくて部屋にすごいよく馴染むデザインしてると思いますね。めっちゃ可愛いですよね。これめっちゃ可愛いのが決め手ですよね。やっぱり空気清浄機ってなんか白くてプラスチックでなんか病院に置かれてるみたいなイメージあると思うんですけど、これはねもう本体のほとんどが布で包まれてて、あんまり家電感を感じさせない、家電製品らしくなくて、もう家具の一部みたいな感じがして、すっごいそこにね惹かれたんですよね。この布の部分は全部プレフィルターって言って、中に目の細かいフィルターが入ってるんですけど、これは外側の粗い目のフィルターで大きいゴミとか大きいホコリを先に取り除くっていう役目もね、おしゃれのためだけじゃなくてちゃんと役目があって、しかもこれがねカラーバリエーションが何個かあって取り替え可能なんですよね。だからこう気分に合わせて色変えたり、部屋の模様替えに合わせて変えたり、
まあ単純にね、布がくたってきたから交換したりみたいなのも簡単なんで、すごいね、長く使えると思うんですよ。しかも洗濯可能です。このプレフィルターはこの360度全部包まれてて、すっぽりとどっから見ても同じようなデザインになってます。でこの横にちっちゃくね、ブルーエアっていうタグがついてて、これも可愛いですね。今こうやって喋ってる間も実はね、オートモードで稼働させてて、どうですか？マイクに乗ってないぐらいほとんどすごい静かなんじゃないですかね。ではお次は操作パネルについて見ていきましょう。はい、まずはここの丸に縦線のマークが入ってるのが主電源ですね。まずこれをタップします。基本的にはどのボタンもタップするだけでいけるんで、ボタンみたいにカチッとしっかり押し込むみたいな仕様ではないです。さあ今タップしたら、僕はさっきまでオートモードで使ってたんで、このオートね、オートの A ですね。このモードで起動しました。で、真ん中の羽のボタンを押すと、右隣のモードに変化します。今はこれナイトモードです。一番静かなモードで、もうこれはね、夜寝るときぴったりな音ですね。もう音っていうか音がしないから、これはね、安心。このモデルは静音性が高いっていうのも売りなんですけど、これならね、静音性が高いと言っても全く問題がない。めっちゃ静かです。じゃあ、お次は、1ですね。風量が、つまり弱。さあ、これどうでしょうか。あんまりこれはまだうるさくはないですね。オートモードで運転してると、この123、つまり弱中強なんですけど、これ以外にもなだらかにね、風の強さが変わってるような感じがしました。さっき今は弱運転で、ほとんどの場合は弱でこと足りるかなと思います。次2行ってみましょう。2になるとね、結構1との差が大きく、音量も風量もぐっと上がりましたね。ちょっともう換気扇の真下におるかなみたいな感じにはなってきました。次3行きましょう。すごい風量。ちょっとね、顔を近づけてみます。ドワー、はい、もう見ての通りね、3はすごい強いですね。ちょっと123、この状態で変えてみたいと思います。まずはナイトモード。ほんのりね、風を顔で感じてるっていう感じです。1ですね。ちょっと音がして、さっきよりも風が強くなったけど、ナイトモードプラスアルファかなっていう感じです。はい、2ですね。だいぶ前髪が上がってきて、あともうちょっと目が乾いてきました。辛い。3です。正直コンタクトレンズが飛びそう。マイクうまく音拾ってるかな。大丈夫かな。はい、いかがでしたか。風量に関してはね、やっぱりさっき大きいって言っただけあって、もうすごいパワーです。数分回しただけで部屋中の空気がもう全部入れ替わったかなっていう雰囲気もあって、アプリで部屋の空気質 PM2.5 がどんぐらい含まれてるかみたいな指数が見れたんですけど、最初4っていう数字で、これも別に高くはないんですよね。結構綺麗な空気だったんですけど、これがものの2分回すだけでゼロになりました。なかなかね、空気清浄機って僕あんまり信じてなかったんですけど、実際体感としてもちょっと今喉がガスガスする、ゴロゴロするというか、花粉症特有のね、ちょっと目もちょっとかゆいなと思ってたんですけど、それがちょっと緩くなって症状が効果あるんじゃないかなっていう、すごい感じました。結構いいですこれ。さあいかがですか。なかなかこいつね、可愛い顔してえぐい性能してましたね。ちょっとね、じゃあ中どうなってるか見ていきましょう。まずこの上のファンが入ってるところ、これを反時計回りに回します。はい、出ました。もうこれね、めちゃくちゃシンプルな構造で、中に大きいファンが1個入ってるだけですね。それと天板の部分のコンピューターの部分もちょっと入ってるんですけど、これだけ見るとね、ただのサーキュレーターなんですよ。ただのサーキュレーター、もうサーキュレーター並みのサイズの羽。これはその前のブルー3000シリーズ、前にあったブルー3000シリーズってやつの後継機種というか上位機種なんですけど、マックスシリーズはそれね、3000シリーズに比べてファンのサイズがね、格段に大きくなってるみたいなんですよね。なんで風量も大きくて
静音性もファンが大きいほどね、同じ風量で風を出したらファンが大きいほど静かなんですよ。だからこの改善いいと思います。はい、ではお次はね、このフィルターが入ってる内部ちょっと見てみましょう。空っぽですよ。これだけで置いてたらゴミ箱かと勘違いされるぐらい空っぽ。こんな空洞なのはなんかちょっともったいないような気がするんですけど、まあなんか意味があるんでしょう、おそらく。じゃあね、次はプレフィルター外していきたいと思います。このプレフィルターはね、上の溝にしっかりはまってて、下の部分までしっかりカポッとはまってるんで、隙間なくできてますね。結構隙間が多かったりする空気清浄機ってあるので、フィルターにしっかり風が通らずにそのまますり抜けちゃうみたいな。やっぱできるだけ全ての空気をフィルター通してほしいじゃないですか。できるだけっていうか、空気清浄機に求めるのはそこなんで、やっぱりね、しっかり通ってくれるこのプレフィルターがカポッとはまってて、ちゃんと中のね、ヘパフィルターもしっかり埋め込まれてるんで、これいいと思います。ではね、外していきましょう。上のちょっと蓋が取れました。はい、こんな感じでプレフィルター取れました。こちらがね、ヘパフィルターと中の、中ちょっと黒く見えるのは活性炭フィルターが入ってるからなんですけど、このヘパフィルターっていうところで細かいね、ゴミを取るんですよね。ほとんどの空気清浄機に搭載されてるんですけど、このブルーエアマックス、かなりね、フィルターの量が多いですね。やっぱサイズが大きいから、その大きいところ全てをフィルターで包んでるんで、フィルターの量が多いってことは目詰まりするまでの時間も長くなるし、目詰まりしないってことはね、ちゃんと空気をきれいにできてるってことなんで、こんだけフィルターがたっぷりあるのはすごい贅沢ですよね。これはこんな感じでつまみがあるんで取り外せて、これは交換可能です。もうね、フィルター外しちゃったらもうただのゴミ箱になっちゃうやばいな。構造がすっごいシンプル。はい、それではね、空気清浄機の性能について見ていったんですけど、次はね、アプリ連携について見ていきたいと思います。これなんとね、Wi-Fi で接続できて、家の中から外からスマホでね、操作できるんですよ。この Blueair っていうアプリを入れてください。これをね、まず立ち上げると、これはベッドルームで使うことを想定して買ったやつなんで、ベッドルーム空気清浄機って名前ついてますね。ここ押します。さあ、これでこの空気のね、部屋の空気の具合とかがまずグラフで出てて、今ちょっと空気がきれいになっちゃったんで、グラフに面白みがないんですけど、ちょっと巻き戻すと、一番最初 PM2.5 は4でした。単位が何か分かんないですけど、4らしいです。で、4が運転してすぐに0になりましたよと。なんかすごいですよね。何が起こってんのか分かんないですけど、どうやら空気がきれいになったらしいです。で、その下にオートモード、運転スピードを、で、これ1、2、3ってね、本体のタッチパネルのところあったんですけど、アプリではこのプラスボタンを押すと、1、2、3の間をね、こうやって選択できてますね。一気にね、3とかにすることもできます。で、今はもう空気がきれいになってる状態なんですけど、この下の部分に空気がきれいになりましたっていうお知らせも出てきてます。オートモードとナイトモードもこの中で設定できて、これね、そして地味にね、嬉しい。というか、むしろこの機能なぜないモデルがいっぱいあるのかっていうところなんですけど、LED の明るさを調節できます。LED っていうのはここの部分ですね。ここの部分に、今は青色に光ってるんですけど、空気が汚かったら、緑、黄色、赤という感じに色が変化していくやつが、これをね、オフにできます。オフ以外にもこの100から 0% の間で調整できて、大体ね、100% から 0% のどっちかだけでいいかと思うんですけど、調整できますよと。でちなみにナイトモードにすると、これは自動的に LED が0になります。その下、フィルターの状況、フィルターのこのね、運転の稼働時間を考えて、フィルターをいつ交換したらいいかをお知らせしてくれます。その下はスケジュールを追加する。夜の何時から朝の何時までは自動でナイトモードになるようにするとか、そういったね、スケジュールが組めますよと。で、面白いなと思ったのが、この一番下のウェルカムホーム機能。これはその位置情報をこのアプリに許可して、自分の家の情報とかを入れると、その自分が家に近づく15分前に空気清浄機が勝手に起動して、空気をきれいにした状態でウェルカムホームしてくれるというね。これ面白い機能だと思いますね。僕はこの機能、絶対に使いたいと思います。意外とね、アプリでできることはこんだけなんですけど、こんだけとはいえ、スケジュール機能とか位置情報機能とかいろいろついてるんで、十分かなと思います。あと、そのアプリでいろんな機能を追加することで、この本体の部分はね、すごいシンプルなデザインできるんで、僕は結構これ見た目重視で導入したんで、本体がシンプルなのはありがたくて、それでいてアプリでね、追加の機能も強化してくれるっていうのは結構いいんじゃないでしょうか。ということでね、今回はブルーエアの最新の空気清浄機
ブルーマックス 3350i のレビューでした。まだちょっとしか使ってないんですけど、もう結構ね、体感としては空気がきれいになった感じというよりかは、その花粉で鼻とか目がムズムズする感じがちょっとマシになった気がします。このブルーマックス、これより大きいサイズと小さいサイズ、それとこのプレフィルターのね、カラーバリエーションがありますんで、ぜひね、概要欄にリンク貼っておくんで、そこからチェックしてみてください。花粉症対策ということでね、空気清浄機導入したんですけども、他にもね、花粉症対策というと加湿器も有効なんですよね。僕の思うね、一番いい加湿器をね、購入したんで、そのレビューもまた後ほど上げるので、ぜひチャンネル登録と高評価していただけると大変励みになります。ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。